ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ヒディズスの新商品、フル BA イヤホンの、ヒディズス MD4 だ。しかもスイッチ付き。ヒディズス MD4 は、型番の通り、4台の BA ドライバーを採用したイヤホン。ただ、台数は4台なんだけど、音の構成としては、3系統、つまり、2つのドライバーが同じ音を鳴らす部分がある、という構成だ。MD4 の場合は、高音1、中音1、低音2で、より低音域に厚みを出すための4ドライバー構成みたいだな。さらに、これらの3系統の音を、スイッチで制御でき、ある程度音の傾向を変化させることができる。個人的には、スイッチ1がオン、スイッチ2がオフの、バランスモードがおすすめだ。まずは、ブランドについて話していこうか。ヒディズス日本語の発音は、ヒディズは、小型オーディオプレイヤーでも知られる、親しみやすいオーディオブランド。AP80 シリーズは程よい携帯性と、Bluetooth LDAC レシーバー化できたりと幅広い使い勝手で、価格もお手頃、音質としても、上位のポータブル DAC などと同じレベルに仕上がっていて、何かと使い勝手が良く、携帯性が良いモデルを中心に展開するブランドだな。MS4 は、ソリッドめな傾向を持つ、同社のオーディオプレイヤー、AP80 シリーズに組み合わせた時に、良い塩梅になるように作られている。もちろん、他のプレイヤーと組み合わせても大丈夫だ。MS8 のインピーダンスは、通常のスマートフォンなんかに組み合わせるイヤホンの平均である、16オームよりさらに小さな8オーム。これは数字が小さくなるほど、鳴らしやすいイヤホン、ということで、この手のしっかりノイズ対策の施された小型 DAP に組み合わせるには、最適なイヤホンとなる。一方で、出力の大きい機材に組み合わせたりするのには向いていないので、その点は注意が必要だ。スマートフォンにそのままくっつけた場合、ザラザラとスマホのノイズが乗っちゃう場合もある。この価格のものをスマホに直差しする人はそう多くないとは思うけども、何はともあれ、良い環境につなげた方が、良い音が出そうだけど、ノイズに弱い傾向がある、ということは覚えとこう。本体は、金属と、美しい鉱石風フェイスプレートの組み合わせ、装着感もしっかりと良く、成人男性の耳に、しっかりとしたホールド感をもたらす。リケーブル端子は、非埋め込み型の2ピンで、いろんなケーブルをテストすることができるぞ。本体背面のスイッチは、何か細いものがないと操作できない。出先で引っ掛けて音が変わっちゃわないようにする仕様だけど、ワンタッチで音が変えられても面白そうだな。この手のイヤホンは、超高音域の出力を切り捨てて、ハイレゾに対応しないことも多いんだけど、MD4 は、きちんとハイレゾ認証も取得している。技的とか、そういったところにも神経を割いている DAP メーカーのヒディズスっぽい細やかさだよな。その他付属品もいい感じ。取り回しやすく、高級感もある、ミックス線のケーブルと、それから、しっかりとしたハードケース、それに、複数のイヤーピースだ。ただし、付属ケーブルに関しては、まだ伸びしろを感じたので、ナイス HCK ブラックバットに変えてみたところ、高中音域以上がもうちょっとくっきり出るようになったので、リケーブルの余地はありそうだな。また、MD4 を最初に聞いたとき、超低音域側に制限のあるような音色に感じたんだけど、これも、リケーブルで解決したので、初期ケーブルはジャンルによってはちょっと相性を発生させるケーブルかもしれない。合うジャンルもあるかもしれないけど、僕が聞くような、ある程度サブベース側が鳴らないと、不自然に感じる楽曲では、違和感が大きかった。なので、いかにも歌調域を重視したフル BA かと思ったんだが、本体にはそれ以上をこなせるスペックもある、ということだな。というわけで、MD4 は、高音域に1台、中音域に1台、そして、低音域に2台の BA ドライバーを使用した、フル BA イヤホンだ。BA の型番らは非公開、ヒディズスのカスタムモデルを使用している、とされてる。そんな 4BA の実力を、実際に聞いて評価していこう。まず、最初に感じたのは、この MD4、オーケストラなんかの、より原音と雰囲気を重視すべきジャンルに向いてるってことだ。また、スイッチギミックのおかげで、選択肢はロック系、ジャズ系、ポップス系にも広がる。高音側に制限感はなく、また BA ドライバーながら、うまく暖色感を引き出していて、それでいて、ここの音色は独立を保ってる。高音域から中低音域、いや、低音域まで、はっきりと鳴らしつつ、それでいて音が痩せない。そんなイヤホンだな。一方で、サブベースの量感に関しては、かなり弱め、出せてる感じはあるんだけど、スイッチの選択によっては、明らかにこの部分は意図的に削られてる。その分、他音域の見通しが良くなるので、やはり、音の数が多く、かつ原音で再生されているものや、スイッチにより、特定音域にフォーカスして楽しむ、おつなイヤホン、というイメージになった。基
本的には、若干の暖色傾向を持つ、すごくお上品なイヤホンなんだけど、スイッチギミックが伴うおかげで、やかましくならない範囲で遊び心を持ってくれるのが良い。また、サブベースが少ない、という要素は、それより上のウォーム感と分離感を確保する、ということに直結するので、やっぱり、このイヤホンのバランスはよく考えられて作られてる。合うのは、パーティー感のある EDM などの、低音を強調したジャンル以外全般、クラシック、ロック、ジャズなんかの定番生演奏系から、EDM の影響を受けていないポップス、アニソン等々、デジタルミュージックが前面に出ている曲でも、スイッチによっては対応できる。さっきも言った通り、音の狙いから、サブベースが強調されていないので、迫力や臨場感第一の用途には向いていないな。イヤホンのスケール感を活かしつつ、しっかりと聞きたいところを聞かせてくれるイヤホンだ。ウォームモードでは、より厚みのある中音域を楽しめる。高音が物足りなくなったらバランスモードかトレブルモードがおすすめだ。スイッチの選択が、どれも面白い音を引き出すので、個性的な音を求めている人、ウォームなフル BA が欲しい人、また、サブベースについて言及しているので、低音の質について不安に感じるかもしれないけど、あくまで成分が少ないのは、一部の超低音だけなので、ベース自体の倍音は素晴らしいことにも注目したい。というか、MD4 を聞いて、自分がいかに20時機回路ダイナミックドライバー中毒になってたか再確認したよ。具体的に言うと、グリッチホップなんかは最高に良く鳴らせる。ドラムンベースの曲まで行くと、少し低音側が他のイヤホンに比べて鳴ってないことに気づくくらいだった。よくわからない人は、実際にそれぞれのジャンルを聞いてみてくれ。低音の質が違うことに気づけたら、ヒディズス MS1 の低音の方が向いてて、どっちも低音がうるさかったら MD4 がおすすめだ。ちなみに、このドラムンベースのサブベースを鳴らせる 4BA が C オーディオブレイブリー黒だったりする。MD4 が優れている点は、それ以外の音の厚みを持っていること。特定の度低音な楽曲以外では、ほとんどの楽曲で、MD4 の方が臨場感があり、暖色から寒色までの表現の幅が広く、また歌声には厚みがある。声を聞くイヤホン、としてもおすすめだし、自然で厚みのある音を探している人にもおすすめだ。また、このような厚みのある音を出す BA イヤホンの中で、スイッチギミックにより、分離感の具合を選択できるのも良い。もちろん、これは生演奏を録音した音源だけじゃなくて、ブレイクコアなんかも痛快に鳴らしきれるのがポイントだ。というか、このイヤホンのせいで、聞くジャンルがまた一つ増えちゃった勢い。また、空間表現としても自然。ウォームなイヤホンには、空間が狭く感じるものも多いんだけど、MD4 にはしっかりと空間が感じられる。楽器も散らばった感じがなく、一点からこちらに向けてなっていて、それがホールのような空間で響いているような感じだった。ここら辺は高級機の貫禄ってやつだろうな。というわけで、僕はどんなに好みのバランスでも、サブベースが出てないと使用をやめるくらいにひどい低音中毒なんだけど、MD4 はその前提を超えてきた。サブベースがそれほど強烈でなくても、ずっと聴いていたくなるくらいに、厚みと分離を両立した、すごいイヤホンだ。いつもの低音ドーン、高音ジャーン、なイヤホンを褒めるときと勝手が違うので、ちょっと手探り感のあるレビューになったけど、でも、星5評価を与えるくらいに興奮している。というか、このイヤホンで聞いて、初めて低速化したブレイクコアの味を完全に理解した。ここまでに好んでたイヤホンは、基本的に上限下限がパワフルな、ドンシャリ型ばかりだったので、軽めの音が素早く連続する曲でゾワッとしたことがなかったんだけど、MD4、イントロや感想なんかでもしっかり臨場感と空間、反響の凄みがある。曲が派手に盛り上げなくても、イヤホンが味と凄味を出してくれるイヤホン、というのはあるけれど、その中でも最も自分の感性に刺さる一本と言えるだろう。というわけでおすすめだ。それから、Bluetooth アンプとかを使ってる人にもおすすめだ。より小さな出力しか持たない再生環境でも、ノイズ対策さえしっかりされていれば、完璧なポテンシャルを発揮する一台でもある。外でコンパクトに持ち歩きたい時に、それでも凄みのあるボーカルや響きを聞きたい人におすすめだぞ。といったところで今回はここまで。星5って本当に一気に来る時に来るのな。